はい、皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしていきたいと思います。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も心と体どっちも元気にお過ごしですか。日頃からポジティブな人、ネガティブな人いると思います。でもね、どんな人でもやっぱり心が疲れたりとか、気持ちがマイナスになったりとか、くじけそうになる時ってあると思います。はい、今日はそんな時にね、活用できるかもしれないマインドフルネスというものについてお話をしようと思います。私自身もこれは最近調べて知ったことです。ちょっとヨガに似ていますね。私はヨガをね、ちょっとだけ学んだことがあるんですけど、なんかマインドフルネスはヨガと似ているところがあるなぁと思いました。まずね、マインドフルネスは何かっていうお話をすると、マインドフルネスっていうのは、今この瞬間に集中することで、不安とか焦りとか怒りみたいなマイナスな気持ちを落ち着かせる、そういう感じに使えるものみたいですね。はい、キーワードは今を生きるです。皆さんもぜひ考えてみてほしいんですけど、日頃ね、生活をしていて不安になったりとか、悲しい気持ちになったりとかするときって、過去を思い出していることが多くないですか？もちろんね、今起きていることについて悲しいって思うこともあるかもしれないんですが、過去のことを思い出して悲しい気持ちになり続けるっていうのは、今を生きられているとは言えないですよね。逆に不安な気持ちになる時とか、焦る気持ちになる時って、未来のことを考えすぎていませんか？未来の起こるかどうかもわからないことを考えて、必要以上に不安になったりとか、焦ってしまったりとか、そういう時も今を生きられているとは言えないんですよね。でもね、生きてるのって今なんですよ。だから今、現時点で持っているものをしっかり認識してあげて、それを大切にして今を抱きしめること。これがマインドフルネスの考え方ですね。もうまさにね、これはヨガで学ぶことそのものだなと私は思いました。過去から運ばれてきた古い感情とか、起こるかどうかもわからない未来への余計な不安とか、そういうものを考えることに今の時間を当てるのはちょっともったいないことですね。そういう過去とか未来への執着を手放すことで、何でも楽しいな、何でも素晴らしいな、今って最高だなって、そういう考えになるっていうのが、ヨガの一つの考え方みたいですね。マインドフルネスもそういうね、こうじゃなきゃいけないっていう執着を手放して、もっと今の自分を自由に生きる、そうなるための手段になるのがマインドフルネスなんじゃないかなと私は思いました。ではマインドフルネスでは何をするのかっていう話なんですが、基本的には瞑想みたいですね。瞑想、皆さんやったことありますか？私はうまくできないんですよね。瞑想って実は難しいなと思うんですけど、瞑想っていうのは何にも考えずに今に集中しながら呼吸を続けること、そういう時間ですね。人っていつもね、
何か考えてしまうものだと思うんですよ。生活をしているとやっぱり頭の中に考えが自然と巡ってくるものだと思うんですね。でもそうやって頭は疲れちゃうし、心も疲れちゃうし、そういうものから解放される時間を作るっていうのが、瞑想なのかなと思っています。今ここにいるんだよっていうその意識をするトレーニングが瞑想ですね。それをすることでどうなるかというと、頭の中がすっきりしたりとか、集中力が増したりとか、心が安定する、そういうものを得るためのトレーニングなんですね。マインドフルネスってもともとは仏教から伝わる伝統的なやり方みたいですね。で、そこから宗教的な要素は除いたものを瞑想って言うらしいです。ただしね、マインドフルネス瞑想は実はやっちゃいけない人がいます。例えば、重度のうつ病の人、それから PTSD を抱えている人、そういう心のね、傷を深く抱えている人は、マインドフルネス瞑想はやっちゃいけないらしいです。これをやるときには、絶対にお医者さんに相談する必要があるらしいです。そうじゃないとね、症状が悪化する可能性があるらしいので、もしね、そうじゃなくても、心にね、不安があるなっていう人は、やめといた方がいいかもしれないです。ということでね、ここからは、マインドフルネス瞑想のやり方をご紹介しようと思います。まず、基本姿勢です。基本姿勢は座ります。椅子に腰掛けて背中をまっすぐさせるのでもいいし、床に座ってあぐらをかく。で、背中をまっすぐする。っていうのでもいいらしいです。でね、背骨がまっすぐスーって伸びるイメージで背筋を伸ばします。で、そのまま肩を数回回して、そうすると胸が開くんですね。そしたら腕を下ろして、手は膝の上、太ももの上に乗せます。手のひらは上でも下でも自分の心が落ち着く方で大丈夫ですね。そしたら目を閉じるか半目にして一点を見つめるようにします。ここからは呼吸をします。腹式呼吸をします。これは浅すぎず、深すぎず、意識的にするんじゃない自然な呼吸がいいみたいですね。はい。で、呼吸に注意を向けます。はい。自分の中に空気が入ってきて、今度は出ていく。そういう呼吸の流れに集中するんですね。で、頭の中はポカーンって何にも考えないです。でもね、そうやっているうちに自然となんか考えが頭の中に浮かんできたりしますね。考えなくていいことを考えてしまう。つまり雑念に気が散ってしまうんですね。あるいは周りの音が気になり始めるかもしれません。これは気が散っている状態です。今、この呼吸に集中できてないですね。だから、また、そういうふうにね、気が散ったなって気づいたら、もう一度呼吸の流れに意識を戻します。はい。このままね、呼吸を5分から10分くらい繰り返します。気が散ったら、また戻ってきて、また気が散ったら戻ってきて。で、5分から10分経ったら少しずつ意識を自分に戻していきます。自分に意識をね、集中できたらゆっくり目を開けて瞑想は終わりです。はい。すごく簡単ですよね。例えば仕事中とかにも疲れたなとか心がざわざわするな、
とかっていう風に感じたら、一旦ね、静かなところで集中して呼吸をしてみる。そういう時間をとってあげると、もしかすると心がちょっと楽になるかもしれないですよね。どこにいても今すぐにできるこのマインドフルネス呼吸っていうのは覚えておくと、もしかするといつかね、役に立つかもしれないなと思います。はい。私はね、この呼吸法を旅先のベッドで使いました。海外だったので時差があったんですよね。で、新しい滞在先でもう頭がね、すごく冴えちゃってたんですよ。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、あれもやりたい、これもやりたい。すごく頭が冴えちゃってたし、時差ボケもあって、うまく寝つけなかったんですね。そんな時にこの瞑想をやってみました。そしたら、頭の回転がゆっくりになって、心も落ち着いてきました。で、気づいたら眠っていました。なのでね、ぜひ、まだ瞑想をやったことがない人は、生活に一度取り入れてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今日は心を落ち着かせるマインドフルネスについてお話をしてみました。いかがだったでしょうか？楽しんでいただけていたら嬉しいです。こういうお話が面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで教えてください。ということで、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また別のエピソードでお会いしましょう。またね。